はいどうも、吉助です。今回はオーブンなしで作れるお手軽パン、フラットブレッド作ってみたいと思います。材料としましてはこちらの通りです。パン作り初心者の方にも取っかかりとしてお手軽なレシピです。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速作っていきましょう。まずは大きいボウルと小さいボウルを用意していただき、大きいボウルの方に強力粉 150g、塩小さじ4分の1、約 1.5g を入れておきます。塩 1.5g を測れる計量器をお持ちの方はグラム計量してもらう方が良いと思います。次に小さいボウル、こちらは電子レンジにかけられるガラスやプラスチック製のものを使用してください。牛乳を 50g と水を 50g 入れて電子レンジで30秒、人肌程度に温めます。人肌程度に温まったら、そこに砂糖を 4g とオリーブオイルを 5g、少しぐらいオーバーしても気にせずやっていきましょう。そしてドライイーストを小さじで3分の1、約 1g ですね。こちらもグラム計量できる方はしてもらう方がいいと思います。ドライイーストも小さいボウルの方に入れてよーく混ぜておきます。ここまでの注意点としては、電子レンジで牛乳を温める際、温めすぎるとイーストが死んでしまうので、温めすぎにはご注意を。冷たいとイーストの活動が遅く、発酵に時間がかかってしまうので、人肌程度に温めてあげましょう。次に小さいボウルの混ぜ合わせた材料を大きいボウルに入れていきます。ゴムベラを使い、残らないように液体を入れ、すべて入りましたらゴムベラを使い、全体を混ぜていきます。液体が粉に馴染んだら手でこねて一塊にしていきます。手に生地がくっつくようなら軽く強力粉で打ち粉をしながら混ぜていき、逆に全体がまとまらないようなら少し水を足すなど調整をして扱いやすい生地にしてあげてください。本格的なパンのレシピではないので気楽に作っていきましょう。生地は全体がまとまる程度に数分間こねてあげてください。こねるのを終わるときは底になる部分から生地を中へと折り込んでいき、表面を丸い状態にしてください。次にきれいな布巾かキッチンペーパーを用意して水で濡らし、軽く絞ったものを生地にかぶせてラップをして35度前後で40分から1時間ほど発酵させます。室温が寒い時はボウルより大きめの容器を用意して60度程度のお湯、ガス給湯器の設定温度をマックスまで上げるとだいたい60度ぐらいの温度になると思います。それを容器の中に入れ、ボウルが浸からないように工夫して上に乗せて周りをタオルで覆ってあげましょう。今回は1時間程度発酵させ、このように生地が倍ぐらいの大きさになっていれば OK です。ここで一旦ガス抜きをします。先ほど生地をこねた時と同じように生地を底になる部分に送り込むようにこねていき、表面をつるんとした状態にしてあげます。表面をつるんとした状態になったら、そこから包丁などを使って生地を4分割。小さくなった生地を先ほどと同じように底の部分になるところに生地を送り込んでいき、表面をつるんとした状態にしてあげます。すべての生地が丸め終わったら、まな板の上に間隔を空けておき、先ほど使ったキッチンペーパーとラップもかぶせ、このまま30分ほど休ませます。生地を休ませた後、まだひっつくようならペーパーを丁寧に剥がし、軽く打ち粉をしながら進めてください。ここから厚さ 5mm 程度まで生地を丸く伸ばしていきます。中のガスが抜けないように手で軽く潰し、綿棒で伸ばしていきます。綿棒がなければすりこぎでもワインの瓶なんかでも大丈夫です。私はこれすりこぎでやってます。伸ばし方としては、生地の真ん中あたりで綿棒をコロコロと転がし、生地を45度ずつ回転させながら伸ばしていきます。綿棒を生地の端まで転がしてしまうと中のガスが抜けて生地が破けてしまうので、端っこまでは綿棒を転げ出ないようにします。すべての生地を厚さ 5mm 程度まで伸ばせたら、再びラップをして20分から30分ほど生地を休ませてあげます。2、30分休ませた後、生地が少し膨らみ、ふわっと丸みを帯びた状態になったら焼いていきます。火加減は弱火、油は敷かずそのまま焼いていきます。生地は形が崩れないようにヘラなどを使い丁寧に扱います。フライパンが温まったら生地を乗せ、少し色づくまでそのまま。色づいたらひっくり返し様子を伺う。何度かひっくり返し、両面いい焼き色になったらフラットブレッド焼き上がりです。
仕上げにオリーブオイルを少し塗り、粗塩を振って、お好みでブラックペッパーやパセリ、乾燥ハーブなんか散らすと、フォカッチャやバゲットと同様のお食事パンとしてもいいですよ。このように冷めると柔らかいので、折り曲げて間に何か挟んで食べるのもおすすめです。またピタパンのように袋状に焼き上げるためには、生地の中のガスが温まり、膨張して風船のように膨らみ袋状になります。生地自体に穴が開いていないことが一番の条件になるかと思います。うまいこといけばこのようにぷっくりと膨れて空洞が出来上がります。もしうまく膨らまなくても、冷めてから半分にカットし、切り口に少し切れ目を入れてあげて、手で開いてあげれば袋状になるので、ぜひピタサンドも試してみてくださいね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いつもいいねやコメントありがとうございます。皆さんの料理作りの参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。